こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日は球を描いてみようと思います。いつものごとくホームセンターで球を買ってきました。今回は同じく発泡スチロールの球です。大きさはだいたい直径12センチ13センチくらいでしょうか。布を引いて球体を置いています。右上から光を当てて左下に影が映っている、前回と同じようなセッティングになっています。では早速描いていきましょう。はい、描き始めは 4B からスタートしようと思います。最初なんですが、前回と同じく中心この辺かなっていうガイドラインを軽く引いてみて、画面の中心をこの辺かな、大まかに決めておきます。次に球体を入れるわけですが、大きさはだいたい原寸大の大きさが感じ取れるくらい、そして右上からの光でもって左下に影ができていると、この影までを今回は絵にしてみようと思います。というわけで球体真ん中に入れるのではなくて、若干右上に、画面のちょっと右上にこんな感じで構図を取ろうかなと。この段階では、まだ配置形確定はしてないんですけど、こんな風に大まかな当たりをつけてみて、当たりをつけるっていうのは、線で形を取るだけではなくて、私の場合こうやって調子をつけて画面上の白黒の黒い形を画面の中で見えるように調子をざっくりつけてみます。例えばこんな感じですね。鉛筆をこうつまむように持って芯を寝かせるようにして調子をつけてます。この調子をつけるっていう、言い方なんですけど、なんて言うんでしょう、トーンを、階調を、明暗の階調を画面上にこう持ってくるというか定着させる、そんな感じでしょうか。大まかにですけどこんな感じで、まず球体の位置とこう影の配置ですね、これをひとまとまりにして画面の中に軽い調子で入れてみました。まだ細かいところはそんなに気にしてなくて、前回も言いましたようにこの陰と影とまとめて形を、色塗りみたいな感じですね、調子をつけています。はい、この辺でガーゼを使ってみましょう。紙の凸凹の引っ込んでるところに鉛筆の粉をちょっとこうすり込むというか詰め込んでいくようなイメージですね。軽く持ってふわっと調子を撫でてあげます。鉛筆でつけた粉をさっとすり込むというか練り込むような感じですかね。はい、そのせいで全体がぼやっとしてきました。ここからもう一度形を少し丁寧に見直しつつ、調子の幅を広げていきたいと思います。一番明るいのはどこかというと、この辺ですかね。今回の場合はちょっと手前の右上がハイライトというか一番明るい調子、そこから徐々に同心円状に暗くなっていって、よく見るとこの辺が一番暗いですかね。でなぜこの辺が一番暗く見えるかというと、下半分っていうのは布に当たった光が反射してこの辺少しうっすら明るく見えてるんですね。これ反射光です。あとバッ
クの布に映った光も後ろ側から反射光というか逆光みたいに少し入ってきて、左後ろのこの辺りも少し明るく見えてるかと思います。その辺気にしながらもう一段階調子をつけていきます。柔らかく鉛筆を持って線を束にして、鉛筆の側面腹を使って調子を乗っけていく感じです。いろんな向きでタッチを重ねていって、できるだけこの球体の丸みを表現できるようにしたいと思います。同じように今度は、球体の接地面、床に接しているところ、ここの形も見ていきましょう。この辺ですかね。床に落ちている影というか、床に映るここの部分の接地面の影っていうのは、多分これ全体を通して見ても一番暗く見えていると思います。なので、絵の中で一番暗い色はここに来るかな。しっかりとはっきりとこんな感じで思い切って暗く調子をつけてみましょう。はい、この辺りでまたガーゼで押さえてみます。どうでしょう。なんとなく形見えてきたでしょうか。はい、やっていくことはこんな感じなんですけれども、もう少しグラデーションの幅を広げていきます。今使っているのは先ほどからずっと 4B1 本だけなんですけれども、ここから先は少し鉛筆の種類も増やしていっていいと思います。2B とか B、明るいところを描くときには HB とか、場所によって、硬さというか柔らかさを変えて、ちょうどいい硬さの鉛筆で描いていくと作業効率も上がっていくと思います。こんな感じでね、影と影入れましたが、前回と一緒で、これ右上の明るいところを見てみると、ここですね、何気に球体よりもバックの布の方が少し暗く見えてるかな。この辺りですね、実際のこの右上の辺りを、この辺ですね、この辺を見てみるとバックの方が少し暗いかな。はい、覚えてますでしょうか。バック暗いかなという時には、先に暗めのバックの調子を入れて、バックのトーンを先に決めちゃいます。こんな感じですね。タッチのどこまで描くかなんですが、少し球体にかぶさるようにというか、はみ出るように、バックの調子を入れていきます。バックのトーンが決まった後で、明るい側、球体の方の際を、調子を決めていきたいと思います。例えばこんな感じで少しバックのトーンを落としてみました。形はまだね、はっきり際とかは決めていません。後ろの調子を決めること、調子トーンが決まることが目的で、まだ形との境目をね、書き分けてないですけれども、垂直な布意識でもって少しだけ調子を落としていきます。縦のタッチだったり横のタッチだったり、垂直に立ち上がっている布なので、こんな感じ。はい、でですね、布でこする時に結構存在にこすると、どうしてもこすりムラみたいなのが出てきたりするんですが、そういったところは布でしっかり押さえつけて、それでもムラが取れない時は練りゴムでピンポイントで少し吸い取るような形でですね、消していきましょう。もうそろそろ最初に書いた、十字のガイドラインも必要ないかと思うので、この辺りで消していきますね。画面上の汚れなるべく取りながらですね、進めていきましょう。はい、ぼやっとしてきました。もう一回この辺で形取り直してみましょう。球体はどこら辺までかな。
最初はこういう柔らかい線でちょっとずつちょっとずつ際が決まってくるといいな。こんな感じでしょうか。ちょっと潰れてるかな。はい、左奥側、ここちょっと注目してみましょう。ここを見比べるとどうですか。球体の方が少し暗くてバックの方が少し明るい。この左上の部分ですね。ここは球体の方が暗い場所で、ここら辺はどうでしょう。この辺も球体の方が少しだけ暗い感じしますね。この辺はどうでしょう。ここも少しだけ球体が暗いなんですが、徐々にこう下へ向かってこうつなげてみてくると、どこからか、この辺りですね、どこからか今度はテーブル面、床の面の方が暗く見えるところに、この辺ですね、いつの間にか球体が暗かったはずなのがテーブルの方が暗くなる、つまり逆転している、そういった場所があると思います。書きながらどっちが明るいか暗いかっていうのを常にこう見比べつつですね、輪郭線をピシッと一周ぐるっと引くんではなくて、際を見ながらどっちが明るいか暗いか感じ取りながら書き進めていきましょう。はい、ここはどうでしょうね。今度は右下、ここは球体の方が少し暗く見えます。そしてテーブル面、布の引いてある床の方がちょっと明るめ。この辺りで HB に持ち替えてみます。ステッドラーの HB ですね。テーブル面を描くんですが、あまり色がついてほしくない、明るく仕上げたい。なのでタッチは入れるんですが、色が暗く濃くならないようにすごく柔らかい調子でテーブル面、若干右下がりのこんな角度のタッチだったり、こんな角度のタッチだったり、テーブルの傾きに応じたタッチを重ねていきます。その際ちょっと練りゴムも使ってみますね。テーブルの方が明るいので、ここは球体よりもテーブルの方が明るくなるように練りゴムで描いていきます。ここはですね、球体に当たった光がテーブル面に反射してる、テーブルの布が少しこう光ったように見えている、そういった場所になっていると思います。球体の方が少しだけ暗いんですね、ここね。でこの辺を見るとすごく調子が似ている。布も球体も同じトーンに見えるところがこの辺りで、もう少し上まで行くと今度はバックの布の方が少し暗く見えている。刻一刻とお互いのどっちが明るいか暗いかっていう関係が変わっていきますので、見逃さないように追っかけていってください。で調子が同じに見えるところは、無理せずに境界線は見えなければ見えないままでいいです。明るさに差がつかないようでしたらそんな風に正直に書いていきましょう。例えばこんな感じでバックの方が少し暗くて球体の方が少し明るい。バックの方の調子を先に決めておいてから球体の方を抜いていきます。書きにくければ向きを変えてもいいと思います。例えばこんな感じでバックの調子決めた後で、今度は内側球体の形を練りゴムで抜きながら決定していきます。で練りゴムはどうしてもこう明るくしすぎちゃうので、一旦抜いた後で明るくなりすぎたところはまた練りゴムでフォローしていきましょう。
でしょうか。あと全体を見渡してみると球体ってやっぱりね歪みがどうしてもこう出やすいと思うので、少し膨らんで見えてるところとかへこんで見えてるところとか、くるくる回しながらですね、全体を見ながら形の歪みを取っていきます。この辺少しへこんでるかな、この辺は少し膨らんでるかな、そんな風にねそれぞれの場所を見ながらちょっとずつちょっとずつ直していってみましょう。床に映る影なんですが、今回も蛍光灯、照明が、奥側と手前側と2灯映ってあるので、2つの影がこうクロスしているようなそんな影になっています。床面に映る影を描くときも少しそういった、2つの光源が重なってるっていうのを意識しながらですね、一番暗いパートが例えばここ三角形みたいな感じで木は少し暗く見えています。でその後こう二重に見えている外側の楕円みたいなのが若干明るくなって見えていると。あと影の際輪郭は、周りにうまくぼかすようにしていきましょう。あんまりパッキリ分けすぎちゃうと、夏の強い日差しなんかでね直射日光当たってるような状況だとすごく強くてはっきりした影が地面に落ちるかもしれないですけど、あくまでもこれ今ね室内で照明の下で描いてるデッサンなので、淡い感じで周りにぼかしながら、実際の見えている感じに近づけていきましょう。はい、こんな感じでどうですかね。でよくよく見ると、さっきほど消したところちょっと明るくなりすぎてるな、もうちょっと暗くした方がいいかな。調子を落としてみましょう。そしてこの辺のグラデーションはもうちょっと丁寧にね滑らかな陰影になるように追っかけていきたい。でこの球体全体を通して一番暗く見えてるのはどこかっていうと、結構手前のこの一番自分に近いところ、この辺の影暗さって思ってるよりも暗いんですよね。結構皆さんこう球体の端っこの方に影持ってきたがりますけれども、一番飛び出ているところ、自分に近いところ、そういったところよくよく見ると結構暗いぞというのを見逃さないで調子をつけていってください。今回の場合でいうとこの辺りですね、ここからこの辺にかけて、今また 4B に持ち替えました。ちょっと柔らかめの鉛筆で紙の凸凹の飛び出たところに鉛筆の調子を乗せていく感じで、そして鉛筆も徐々に縦気味に鉛筆の角度を立ててきてます。書き出しは鉛筆の腹を使って、側面を使って柔らかい調子で書き始めるんですが、この光と影の境目、一番コントラストの強いところに関しては、やはり少しタッチを見せながらですね抵抗感を持たせたい。よく私月のクレーターを例に出すんですが、クレーターってデコボコしてるじゃないですか。でデコボコが一番はっきり見えるのってどこかっていうと、やっぱり光と影の境目なんですね。日向と日陰の境目っていうのが一番そのディティールが、デコボコがはっきり見えやすいところになるので、まさに今回の例でいうとこのラインですね。ここら辺のラインは鉛筆を紙の凸凹の表面にしっかりつけて、コントラストの強い鉛筆の調子がこうはっきり見えるようにですね、タッチも鉛筆を縦めにしてのせていきます。下の反射光、先ほどからあんまり手を入れずにね残してきましたけれども、もうちょっと暗くしてもいいかな。中心付近のトーンが徐々に暗くなって、反射光の部分は少し明るめなので鉛筆をのせる筆圧も弱くしていきますけど、この辺りガーゼでちょっと押さえてみます。
はい、そして接地面、ここですね、強い影書き足してあげます。さあどうでしょう、こんな感じで出てきたでしょうか。で、よく言えばね、発泡スチロールのこの質感っていうか、ちょっとこう粒々が集まってできてる、なんて言うんでしょう、網目みたいな、その発泡スチロールならではの質感みたいなのまで書き起こせればいいんでしょうけど、今日はちょっとそこまで時間取れないので、この辺りで終わりにしようかなと思います。はい、早口で喋ってきましたけれども、球体、私はこんな感じで今日は書いてみました。いかがでしょう、参考になりましたでしょうか。はい、じゃあこんな感じですかね。以上ではまた。